皆さんこんにちは。ミツバチハニーのルミです。今日はかなり暖かくて、私はアメリカの中西部に住んでるんですが、12月の間はほぼ毎日マイナス気温で、気温が0度以上になることがなかったんですが、この3日間結構暖かくて、昨日、一昨日は12度ぐらいまで気温が上がったんですが、雨が降っていて、今日は気温が8度ぐらいあるんですけど、雨も止んだので、久しぶりに巣箱のシュガーブロックがどうなっているか、お砂糖の塊がどうなっているかを見てみたいと思います。まだ自分では養蜂初心者だと思ってるんですが、これが3回目の冬になります。で、1回目の時はもうほぼ初心者で素人同然で何も知らなくて、とにかく巣箱が2箱あって、そしてそのミツバチたちにそのまま冬越しをさせて死なせてしまいました。で、去年は、ミツバチ協会みたいな養蜂グループに所属をして、そこでいろいろ教えをこいて、そして、去年は3箱巣箱があったんですけれども、2つの巣箱を越冬させることができました。で、今年は4つ巣箱があります。で、この4つを全部越冬させることができればいいなと思ってるんですが、まだ12月なので、あと1、2、3月まで寒い日が続くと思うので、予断は許さないんですが、今月ミツバチたちがどうなっているかちょっとチェックしてみようと思います。あんまりやることはなかったんですが、12月に行ったことをまとめて、ご紹介したいと思います。それではどうぞ。冬の間も寒くても時々外側から巣箱の様子を見てチェックしています。この日は雪が降った後の日で、巣箱の巣紋が雪で覆われていました。雪は断熱効果があるんですが、積もりすぎると入り口を塞いでしまうので、寒くてもやはり巣紋はオープンにしている必要があります。この巣箱の入り口の雪は凍って完全に穴を塞いでしまっていました。寒波も来ていてマイナス10度の日が続いたりしたので、さすがにずっと外にいるミツバチたちが気の毒になりました。で、冬の間巣箱を雪や強風から守るために防風カバーや風よけなどを使用する場合もあるんですが、私も今回雪と強風対策をすることにしました。早速地元のお店に行って藁のブロックを購入しました。藁のブロック専門の倉庫があって、お金を払ったら自分で倉庫へ行って藁のブロックを積んで持ち帰ります。結構大きくて重いブロックだったので、1つの巣箱に1つしようということで4つ購入しました。巣門を開けたので、そこから入る風を遮るように藁のブロックを巣箱の前に立てかけておきました。このストローブロックを置いてた時に、この巣箱にこういう穴が開いてるのを気づいたので、これプラスチックというかスポンジみたいのなんですけど、これを入れて、でダクテープを留めようと思います。ここに穴があったんですけど、穴のところにパッキングで使うようなスタイロフォン、スポンジみたいのを入れて、ダクテープで一応シーリングを閉じてみました。でも巣箱すごく冷たくて、本当にミツバチたちかわいそうなんですけど、生きてるのかもわからない。ものすごい冷たいです。
昨日までめちゃくちゃ寒かったんですけど、マイナス6度、マイナス7度で体感気温がマイナス14度ぐらいだったんですが、今日は気温が2度ぐらいまで上がっています。今の気温が8度なんですけど、そしたらたくさん蜂が飛び回っています。多分トイレをしに行ったりとかですね、できる時に外に出てトイレをするんですけど、そういうことをしたり、あと巣箱の入り口とかで死んでる蜂とかを巣箱の外に出したりとかですね、いろいろ動ける時に外の仕事をしている状態です。冬の間、私がやることの一つに蜜蝋作りがあります。不純物のたくさん入った蜜蝋をお水と一緒に煮ると、それを固めた後、このようにきれいな蜜蝋だけが残ります。それでも1回だけだと不純物は取り除けないので、不純物がだんだん細かくなっていくんですが、フィルターを数回かける必要があります。不純物が取り除かれてかなり純度の高い蜜蝋になったら、それを今度は型に入れて固めます。これで蜜蝋キャンドルを作ってもいいし、私はリップクリームやスキンクリームを作るときにこの蜜蝋を使っています。今日はすごく暖かくて気温が12度まで上がったんですが、そうしたらこのようにミツバチたちみんな外に出て巣箱の中をクリーニングしたり、自分がトイレに行ったり、いろいろ外の仕事を行っています。なんかその藁が気になるみたいで、藁今落とした。この巣箱が一番アクティブです、ミツバチたちが。で、他のがあんまりアクティブでないのもあるので、その巣箱の蜂たちがちょっとどうなってるかは不安があります。この巣箱もミツバチたち出入りをしています。その隣なんですが、何匹かは出入りしています。で、この巣箱は全然誰も出てきてないので、ちょっと生きてるのか心配です。この巣箱はすごく穴とかが開いていて、でそれに気づくのが遅かったので、補正とかをこうしたりしたんですが、それまではすごく寒さの中耐えなければいけなかったので、もしかしたら生きてないのかもしれないです。弱くなってるかもしれないです。あ、でも大丈夫みたいです。今トレイを引いてみたら、すごい勢いで羽の羽ばたく音が聞こえます。で、このように巣のカスも落ちているので大丈夫みたいです。ダニはあんまりいないみたいです。ダニは落ちてないみたいです。今日は気温は高いんですけど、12度ぐらい今あるんですが、雨降りなので、本当はシュガーボードがどんな感じなのかチェックしたかったんですけど、ちょっと巣箱だけ見に来ました。そしたらすごい大量の死んでる蜂が外に出されていました。この子とかはまだ生きてる気がするんですけど、あ、死んでる。あ、生きてる生きてる。この子はまだ生きてる。一応ぶら下がってる。なんで出されちゃったんだろうね。この子はダメか。なのでこの入り口はちょっと、まだ生きてる子もいるけど、まだ生きてんのか。生きてるけど戻れなくなっちゃったのかな。ねえ、これが4つ目の巣箱なんですが、最初に4つ目の巣箱を見ます。おがくずは
まだそんなに湿ってないです。でちょっと今からお砂糖の塊がどれぐらいあるかをチェックしたいと思います。まだありますね。で、蜂もお砂糖を食べてるようなので、これはもうこのまま置いておきたいと思います。で、一応このようにお砂糖の塊っていうのは作ってきてるので、必要があればこのシュガードロップをあげます。これが一番最初のナンバーワンの巣箱なんですが、ちょっと今トレイを引き出してみたら、たくさんこうやって巣箱から落ちているものがあるので、今クラスターがだいたいこの辺にあるなってこうなってたので、ちょうど真ん中辺のこの辺りにあるんだなっていうのがわかります。だからお砂糖をあげるときにはこの辺りにあげるのがいいかと思います。で、ちょっとダニが結構落ちてたりするので心配なんですが、このトレイは結構ダニが落ちています。後で数えてみようと思います。2つ目の巣箱なんですが、最初にトレイを引き出してみます。お水がこんな感じであって、あとワスプが1匹と、あとミツバチが1匹死んでいます。で、全然その巣箱から出るカスとかはない状態です、このトレイは。で、ダニもいません。死んでる。これはまだあるようです。静かな巣箱で生きてるといいんですけど、まだお砂糖もあるようなので閉じておきます。昨日は出入りしてるのを見たので生きてるとは思うんですが、かなり静かな巣箱でした。3つ目の巣箱なんですが、最初にトレイを引いてみます。するとこのトレイはこの巣箱のカスがここにあるので、こうなってて巣箱の後ろ側にクラスターがあるっていうのがわかります。で、ダニもいくつか落ちてるし、あとこれはスモールハイブビートルだと思うんですが、スモールハイブビートルも落ちてるしで、ちょっと後でマイトのダニの数を数えたいと思います。最初にシュガートレイの様子を見てみます。シュガートレイあるんだけれども、
ターが後ろにあるので、後ろの方にお砂糖をあげようと思います。あ、出てきた。以上が12月の巣箱の様子でした。冬はやることが減るので、この時に蜜蝋作りや養蜂についての勉強をして過ごしています。これからも養蜂やアメリカ生活について発信していきますので、ご興味のある方はどうぞチャンネル登録をしてまた見てください。それでは See you in the next video.